バンダイの食玩スピリルディファインのハイゴックをドラッカーで筆塗り全塗装するの輪です。新マックス塗り風のレインボー下地からのペトペト仕上げてます。組み立てから全塗装まで工程をご覧ください。バンダイガンダムスピリルディファイン、ガンダムアーティファクトに続いてちょっとハイディティーフなね無塗装の食玩の SD 版って感じの商品になりますね。早くできてるんだこれは。対象年齢15歳って書いてますね。ちなみにガンプロは対象年齢8歳です。大人の食玩。かっこかわいくリファインされた SD ガンダムのデザイン。ボックスもかっこいいです。デザイナーはイラストレーターのさすがねさんです。はい、開封。シールがついています。そして本体のガム。はい、オープン。ランナーこんな感じですね。これ SD の食玩でありながらね、アーティファクト譲りのもうハイディティール。結構細かい。ハイゴックの特徴的なショルダーのパーツは、裏側もディティールしっかりですね。QR コードで開くタイプの組み立て説明書ですね。結構細かい。で、組み立て開始です。頭部つけて、バックパックつけて、ボディの下半分つけて、腰のパーツをつけて、こんな感じ。で、これ背中のブースターですけど、これちょっとね難しくてちょっとコツがいりますね、はめるのに。で、爪のパーツをバンプに取り付けていくんですけど、これダボの形状が一本一本違っていて、どれをどこにはめるか分からなくならないように工夫をしてあるんですけど、絶対分かんなくなるんで、これ一本一本切り出しては組み立てていった方が良さそうでしたね。で、着部のこのスネパーツはど真ん中に合わせ目が出る仕様で、ボディに組み付けてこんな感じ。ハイゴックの特徴的なショルダーを両肩つけて完成かな。これでパチュメ一旦完成。いや、ハイディティールでねかっこいいですね。いや、ハイゴックねハフルなしですね。ハイゴックはどれをとってもかっこいい。はい、回っていただいて、プラモデルはターンテーブルに乗せて回っていただくまでが制作。はい、で合わせ目処理していきます。これをその SP を流し込んでもニュッとやってですね、ざっと処理っていう感じです。これですね、 SP なら完成が早い分あんまりしてにくいので、もうあんまり時間待たずにですね、さっさと処理しちゃってます。で、一旦サフります。サフはガイアの黒サフとタミヤサーフェーサーを足してちょっとグレーにしたものに少し色の元のシアンとかマゼンタを混ぜてブルーグレーって感じにしてます。黒立ちだけでもいいんだけど、なんか完全にサイドのない真っ黒から立ち上げるのってあんまり好きじゃなくて、やっぱりね黒は逆色によって見えるんでね、ブルーなものはブルーっぽい下地で塗った方が。で、どうやって塗るかいろいろ考えたんですけど、まあ普通に塗ってもねつまんないので、シンマックス塗り的なレインボードットからの立ち上げっていう感じです。スタジオ赤とか青とか黄色とかいろんな色で塗ってからですね、ベースカラーで上塗りしていくっていう塗り方ですね。その下地にまず赤を塗ってパープルですね塗って、サイドの高い赤でも塗り足してグリーンですねでドットを打っていって、でこれもなんかあんまりこう均一に塗ると面白くなくなるんで、あんまりこう法則性があるわけでもないけど、まあランダムにいい感じに。でこんな感じですね、レインボー下地で、そのカラフルなレインボー下地をベースに基本色で上塗りをしていきます。でこれをマックス渡辺さんがやられてるみたいに結構濃いめの塗料で雑めの筆でガシガシと塗り重ねていきます。ここでもう均一に塗っちゃうと下地がねあんまり意味なくなっちゃうんで、下地がいい感じに出てくるように、いい風合いになるように塗っていきますね。まあいい風合いってちょっともう感覚的な言葉が続くんですけど、まあいい風合いとしか言いようがないので下地がねいい感じに残るように。でこうあえて塗り残すでもなくね、難しいね。ラッカー塗料は
下地を溶かすので、一旦こうめっちゃブルーになっちゃったと思っても、意外にこう下地がね、じんわりこう、にじみ出てきて、風合いになるはずはずです。で、筆目もなんかこう綺麗に出ちゃうといけないんで、結構ランダムめにというか、ピト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 乗っけるようになってきます。ただマシーネンとかを塗られる方がね、やってて、かっこいいんだよね。こう均一に一辺倒にならないようにですね。いや、難しいんだ。で、ラッカーってやっぱこう、塗った後しばらく経つと落ち着くというか、ちょっと濃いめに沈むイメージがあるんで、ちょっとブルーがね、濃すぎたかもしれないんで、少しライトブルーというか、ハイライト乗せるっていう感じでもないんだけど、まあ、均一にならないように、ただその、濃いところは残るように塗り重ねていきますね。レインボー下地新マックス塗りのやり方は、ホビージャパンの YouTube チャンネルで、マックスアダムさんご本人がね、レクチャーされる動画がありますので、それをご覧になるのが一番わかりやすいかと思います。このブルーは、ミスターカラーのスカイブルーを使ったのかな？これミスターカラーの白に、色の元のシアンとマゼンタとかもちょっと出してね。基本色の元で調色しています。ちょっともう忘れちゃいましたね。この辺まで来るとね、ちょっと塗りすぎな気がしてくるんだけど、でもね、なんかこう、あからさまに表にマーブル模様が出ちゃっても、なんかそれはそれで違うんだよね。でもこの辺はもう雰囲気って感じで。はい。で、ハイライトをのせてますね。いや、いい感じにムラムラして下地も出て、いい感じだ。これはね、個人的には結構いい感じなんですけど、このシズル感分かってもらえるかなまあ、自分にとっていいかどうかだからな、こういうのはな。難しいんだ。奥まったところにね、赤が出てたりね、黄色が出たりしてて、いい感じだ。いい感じのはず。私がそう判断した。ね、細かい部分を練り分けていきます。このノズルの内側の赤とかね。この辺はまあ、普通にエナメルか水性でやってもまあよかったかなと後から思いましたけど、まあ一応ラッカー、オールラッカーってことで、やしもると。ダクトの内側などをこうやってちょんちょんと。で、グレーの部分を塗っていきますが、これはいつものティターンズブルーにだと思います。最初に下地に塗ったブルーグレーも活かしてるんで、まあそこよりもちょっと暗く落としたいところとか、ちょっと水色が乗っちゃうところに部分塗装って感じですね。と、シルバーを塗り分けていきます。まあ、このメガディッシュ鋼の方針の部分や、関節の一部、ちょっとチラ見してる部分とか、あとはボルトっぽい部分とかですね。マルチモールドとか、そういったあたりを部分塗装していきます。グレーの部分全体ガンメタにしてもよかったかなと思ったけど、やっぱりシルバーはね、ポイントで置くとね、見栄えがいいので、あとこの爪の先とかですね、もうシルバーで塗ったかな。これはクレオスのスーパーメタリック2かな、キコキにて使ってるシルバーになります。ちょっと渋めでね、いいと思います。で、ノズル界隈もね、このシルバーで塗ってみました。足裏のモールド、これも下地のブルーグレーが塗りっぱなしだったんで、この表面のところにだけ、ちょっとドライブラシっぽくですね、ベタベタ塗ってみました。で、ホワイトのラインなんかも部分塗装。と、機体全体のライトブルーが少し単調なので、ノズルの縁とか、一部をもう少し明るいライトブルーで、ちょっとアクセントにと思って塗ってみました。で、ここから墨入れなんですけど、通常通りエナメルでもよかったんですけど、まあ ABS っていうのもあるし、エナメルだと割れが怖いっていうのもありまして、クレオスの水性ホビーカラーを使いました。まあ墨入れというかフィーザリング兼墨入れみたいな感じですね。結構黒で墨入れするのはあまり好きじゃなくて、だからこれ塗ってるのはクリアブルーにやや黒を足した薄墨ブラックで呼んでますが、薄墨っていうね、ちょっとインクの色みたいな、そういうのを適当に作って、エッジに流し込んだり、少し奥まったところにはフィータリングのようにしたり、で、陰影をつけて、墨入れもしました。ラッカー筆塗りやるぜって言っといてなんですけど、水性使ってますけど、まあこれは塗装というよりは、墨入れフィータリングなので、通常ね、エナメルでやるやつを水性でやってるだけなんで、これは許してね、ダメ
これだけだとちょっと寂しいので、サイクロプス体のマーク書いてみようかっていうことで、手書きマーキングに挑戦っていう感じです。イエローで全体の形を描いてですね、3ミリぐらいかな、多分大きさだと思います。3ミリのサイクロプスタイルマークを描こうというチャレンジです。で、黄色い外側を描いた後に黒で塗り分けていこうと思ってやってるんですが、これがね、ちょっと太かったかな。ね、水性ホビーカラー、これも一応水性ホビーカラーで塗ってるんですけど、やっぱり水性の黄色がね、どうしても発色しないっていう固定概念があったんで、結構濃いめの塗料でボテボテに塗っちゃったんで、これなんかもう盛り上がっちゃって、ラッカー筆塗りって言っておいてなんですけど、ここはね、水性使わせてもらってます。マーキングはいいでしょ？ダメかなラッカーでもよかったんだけどね。失敗したら塗りつぶすだけなんで。いや、ここはラッカーのかっこよかったかなちょっと後悔。で、言うてる間にこんな感じですけど。どうですかそれ、ぽいっちゃぽいでしょ。3ミリだよ。3ミリだと思って、透明で見てください。よろしくお願いします。大画面でね、50インチとかでご覧の方は、透明で見てください。よろしくお願いします。こうね、細かい作業をね、やっぱりね、超拡大してみるとね、やっぱ辛いものがあります。モデラーさんね、みんな写真ね、拡大して撮って SNS 上げるとき、共通の思いだと思いますけどね。はい。で、画量全盛、物合いを入れて、完成です。でね、この頭のパーツをはめるときにね、この水性でね、結構厚塗りしてるのを忘れて、マーキングのところをね、まだ完全に乾いてないのに、触っちゃって、ちょっとね、グリニャリ言わんじゃったんですけど、もう、やり直す気力はなかった。一旦これ、そこまでおかしくないから、一旦、いっかって。はい。で、このバックパックのところの墨入れがまだあったんで、これは、クレオスのウェザリングカラーですね。のブラウンで、墨入れを足してます。このワンブメアリー手法の開口文は解釈いろいろ分かれると思うんだけど、このスペリルデファインをデザインされたイラストレーターのさすがねさんのイラストでは、ここはレンズのようになっていて、レーザー砲の発射根源にデザインされていたので、シルバーの上からクリアブルーでちょっとレンズっぽく処理しましたね。はい。で、墨入れしたバックパックをつけて、これで完成です。はい。スペリルデファインハイホックラッカー筆塗り完了。どうですか？これは結構白くできたと思うんですけど、どうですかね。シンマックス塗り的なレインボードットカラーからの立ち上げで、程よく下地の影響が出ていると思うんですけど、どうですかね。これね、個人的にはね、かなりうまくいったと思ってます。銅が正解とかないからね。自分が気に入るは正解なんですけど、自分的にこのシンマックス塗りというかドットからの立ち上げの塩梅で言うとね、結構うまくいってると思います。かなりよくできた。ちょっとこの奥まったところとか、このショルダーのなだらかな傾斜の奥まった部分とかね、いい感じに下地が塗り残ってね、いい感じになってるんだけど、これわかるかな。これいい感じ、すごい個人的にはいい感じなんだけど、わかるよって同意いただける方いらっしゃるかな。もしね、同意いただけるようだったら、グッドボタンいただけたいと思います。あとコメントもね、お待ちしてます。この塗り残しの雰囲気もね、絶妙に、このレインボーカラーからの立ち上げ、いわゆる新マックス塗りの第一人者のマックス渡辺さんは、もっとね、大胆に筆目を出して、もっと結構大胆に塗り残しとかを作ってね、すごいかっこいいんですけど、個人的なファンとしてはこれぐらい。これね、小さいんです。数センチです。普通こういう塗装って、もっとね、大きいものに似合うんです。と思ってたんですけど、これね、この小ささで、これぐらいの風合いが出るってことはね、前回のギラ動画の時にもちょっと手応えはあったんですけど、アーティファクトのね、塗った時にも手応えはあったんですけど、これはこれでね、ちょっといけるっていう手応えが一つ感じられましたね。ちょっと今後もね、SD だし、ハイウォックとかもね、エアブラシで綺麗に塗ってもよかったんだけど、これはちょっとね、手応えありました。ちょっと今後もこれ系をね、やっていこうかなと思います。
ペリオルディファインは、第1弾はムーンドウォート以外は全部揃って手元にありますんで、順次やっていきたいですね。で、よろしかったらチャンネル登録して次の制作動画をお待ちください。模型戦士ゆきのは罪と戦う戦士、食玩の罪もいっぱいあります。アーティファクトもね、ほとんど全部積んでます。ね。スペリオディファインも第2弾は出るし、どうせ買うんだし。もうね、どんどん塗って仕上げていこうと思います。制作の様子はすべてノーカットでライブ配信をしてます。ライブの方にもぜひ遊びに来てください。皆さん、感想とか、もっとこうした方がいいとか、ここが良かったとか、感想ありましたら、ぜひコメントを残していただけたら、コメント必ず開示しますんで、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。で、これね、ペタペタやるだけで結構、自由に塗ってもね、かっこよくなるんで、ぜひ皆さんにも楽しんでみていただきたいと思います。ラッカーでね、筆で塗るやつを。こんな風に塗れたよとかあったら、コミュニティの方にもぜひ投稿いただけたら、必ず拝見してコメントさせていただきますんで、よろしかったらぜひ投稿、コメントよろしくお願いします。編集してて気づいたんだけど、さっきからずっと、すでに方に埃がついてる。この埃からアーティファクトの小ささを想像してみていただけたらと思います。マーキングもね、歪んじゃってるし。残念。というわけで、スペリオルディファイン敗北の制作完了です。今後もね、いろんなものを作って動画にしていきますので、よろしければチャンネル登録してまた見に来てください。OK 選手ゆきのは罪と戦う戦士。己の罪とですね、向き合ってですね、すべての罪を滅ぼすことを心に決めました。ライブ配信では制作の過程、塗装も含めてですね、ノーカットでお送りしてます。ライブは不定期でやってますので、チャンネル登録をしてね、ライブ配信の方にもね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。深夜帯とかにね、ゆるく楽しくやってるライブですので、ご遠慮なくコメントとかもいただければと思います。以上、模型選手ゆきのでした。皆さん、良い模型ライフを。じゃあね。